初の続編となります。浮気してるんだから田原さんの子供なのか徳田さんの子供なのかどっちの子供かわからないじゃない。沼田さんと浮気した事実は全くないんで、結局徳田さんは浮気してないはい。わけですからね。沼田さんから今誘われてたっておっしゃいました。そうですね。一方的に誘うっていうか遊びの誘いはありました。ないです。私から別に迫ってないし。私で今お持ちで、はい、持ってます。でもまだご覧になってないんですよね。そうです。はい。これ私が読み上げていいんですか？はい、じゃあ読み上げます。鑑定依頼者の田原逸樹は、非鑑定胎児の生物学的な父としてとありますね。どういうこと？皆さんこんにちは、山口です。手前に座っているのが男性スピーカーの田原逸樹さん、33歳の方です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてお隣に座っているのが女性スピーカー沼田美桜さん、25歳。よろしくお願いいたします。沼田です。よろしくお願いします。はい、そして電話出演で、今回登場していただきます二宮杏さん、田原さんの元カノで浮気相手、現在28歳、二宮さん。はい、お願いします。田原さんの親友、沼田さんの浮気相手とされる男性です。徳田大地さん、33歳。よろしくお願いいたします。徳田です。よろしくお願いします。今回ですね、皆さん初の続編となります。一体どうして続編となったのか、そして現在のこの4人の関係性について簡単に紹介させていただきます。まずもともとですね、相談に来てくれたのが田原さんと沼田さんなんですね。田原さんが先ほどご紹介した電話出演の二宮杏さん、元カノと一度浮気をしてしまった。この浮気が原因でもう今付き合ってる沼田さんに強く何も言えなくなった、頭が上がらなくなったからもう別れたいという相談で来ました。この相談を聞く上で、実は沼田さんのお腹の中に新しい命が宿っていることが判明しました。田原さんはじゃあもう一切二宮さんとの関係も切って、もうこれからは2人で沼田さんと手を取って進んでいこうという話になったんですけれども、二宮さんから衝撃の話が最後に飛び出たんですね。現在妊娠している沼田さんが田原さんの親友の徳田さんと浮気してるの私知ってるよ、浮気してるんだから田原さんの子供なのか徳田さんの子供なのかどっちの子供かわからないじゃないということを最後の最後に言ったんですね。シュートダウンエンドロールエディションというのは別れるか別れないか決着をつけるというのが番組のルールなんです。今の状況だったら別れるも別れないも判断できないということで初めて続編を行うことになりました。続編を行う条件として今回の収録までにきちんと関係者たちが DNA 鑑定をすること、誰の子供かはっきり分かるように調べてくることで、それをちゃんと事前に見ないと、番組で初めて全員が見るようにするということと、田原さんの親友の徳田さんも電話出演ないし実際の出演が条件となりました。でその条件を全てクリアできたので今日こうして収録しているということなんです。で前回の収録はミリチャムさんいらっしゃいましたけど、本当に私たちも頭を抱える展開でしたね。なんかもう最後の方わけわかんなくなってきましたよね。西野さんも今の関係性だけ聞いてどうでしょう？ドロドロですね。今説明聞いててもちょっとわけわかんなくなりそうな、ちょっとごちゃごちゃしてますよね、感じですね。新栄一さん。いやまだ整理が追いついてないというか、今から結果を見れるっていうことですよね。一度番組スタッフが預かったと、鑑定結果を。そしていよいよ今日発表してもらうということなんですよね。鑑定結果見る前にせっかく徳田さん来てくださいました。電話出演でも大丈夫ですよと言ったんですが、直接いらっしゃった。お話をちょっと聞いていきたいなと思うんですけれども、徳田さん、ちょっと沼田さんと浮気してるよというのが二宮さんから発表がありました。この辺詳しく教えてください。僕自身沼田さんと浮気した事実は全くないんで、なんでそういう話になったのかが分かんなくて、いつきからそういう話になってるんだけどどうなってるのみたいなのもあったら、もうえってまず状況が分かってなくて、
でよくよく話を聞いたらこの番組でそういう話になったっていうので、その事情を話してくれないかっていうのに対して全くわけわかんない状況なんで、僕は浮気してないよっていう証明をするためには今回参加させていただいて、で友達の頼みだし、まあいいよっていう形で受けました。い。じゃあもう本当に徳田さんはもう神に誓って浮気はしていない。ないです、全く。全すごいくない。自信。電話で聞いてみました。二宮さん、職場が一緒なんですよね。徳田さんと二宮さんは。なんで浮気してるっていう判断だったんでしょご飯に行くとか誘ってるっていう話を聞いてて、私の先入観もあって、前回の後に大地と話してみて、勘違いが入ってたみたいだったので、本当にそれはごめんなさいっていうのは大地には伝えたんですけど。う。田原さんもうお話はなさった？そうですね、前回のことがあったので、事実確認というか、大地と話をしまして、彼女との関係は全くないと、浮気ということはないというふうに説明を受けまして、で、勘違いだったということが明らかになりました。徳田さんも寝耳に水で。はい。僕からは遊ぼうとか誘ったりは一切なかったんで、なんでそういう話になったのかなっていう。五木の彼女から今度遊びに行こうみたいな、ご飯でもみたいな連絡はもらって、仕事場でまあそういうの来たんだみたいな、アプローチとかじゃなくて単純にみんなでご飯でもみたいなことなのかなって思って、もしかしたら僕の言葉足りなくて勘違いさせたのかなってのは思い当たるとしてはそれだけなんですよね。二宮さん、だからもう本当に勘違いだったということで納得でしょうか？私の先入観もあって、勘違いしちゃってたみたいでしたね。ごめんなさい。ということで問題一つは解決しましたね。徳田さんは浮気してないはい。わけですからね。じゃあ DNA 鑑定はもうする意味がないってことですか？でもしたはしたってことですね。したはしたということでもなん田原さんとのお子さんってことになるんですよね。結果的にはまあ良かったかなと。やっぱりこうやって話し合わないとね、分からない部分も出てきます。沼田さん大丈夫ですか、今の心境は？勘違いが解けたのでよかったなと。田原さんもちょっとほっとしてるような。そうですね、前回はねはい。本当に、大地はね、こういうことをするようなやつじゃないってことは分かってたんですけど、やっぱり急にまさか大地の名前があそこで出てくると思わなかったので、非常にあたふたしてしまって、本当に申し訳なかった気持ちでいっぱいです。英二さん、やっぱりなんか男女で仲良かったらこういう風に誤解みたいなものも出てきますかね？男女の友情ってめちゃくちゃ難しくないですか？もう線引きも1年間とか数年友達だったけど、今後どうなるかわからないですし、傍から見たら付き合ってるように見えてるかもしれないし、それが起こったことなんでしょうね。ことが大きくなった。好きだからこそちょっと疑ってしまうような部分もね、ありますから。確かに。西野さんは旦那さんが他の女性と話してもあまり嫉妬はします？しないです？でも結婚してるのであんましないかもしれない。逆になんか束縛とか、そういうのでなんか他の女性となんかその普通に喋るのすらも気使われたら逆になんか申し訳ないというか、そこまでしなくてもっていう信頼関係があるので全然大丈夫です。だから一つはもう結婚という形に収まってしまえば、余裕も出てきて、そうですね、余計な勘繰りもなくなるんじゃないかということなんですが、徳田さんは実際なんか沼田さんとどれぐらい仲良かったんですか？友達の彼女っていう間柄で、みんなでご飯とか遊びには行ったりとかしたんですけど、一方的に誘ってとか遊びの誘いはありました。いやいや、誘ってないです。私から別に迫ってないし。僕からは誘ってないのになんでそんなことになったのかなっていうのは。徳田さん、正直なんか2人で遊び行こうとか言われたんですか、沼田さんから？いや、僕もその認識はないけど、僕からは誘ってないのになんか僕から誘ったよみたいな流れになってたらなんでだろうなって。連絡は沼田さんからしか来てない。どういう連絡が来るんですか、沼田さんから？また遊びに行こうとか、ここ美味しかったんだよね、このお店とかって言ったら、行ってみたいとかっていうのがみんなで行こうみたいなノリで僕は受け取ってたんですけど、連絡は沼田さんからしてるってことねっていう受け取りになりますけど。いや、連絡はしてますけど、みんなでって言いだし、別に私からアピールとかしてたわけじゃないです。でもなんか彼氏さんの仲いい友達だったら、まあ私だったらやっぱ彼氏に、今度またじゃあ連れてってみんなでご飯行こうよって言ってそこのとかやり取りするけど、その直接彼氏の友達と1対1で連絡するってなんか良くないのかな。彼氏から誘ってもらうならわかるけど、そうだから彼氏からしたら嫌な気持ちになるだろうし、関係崩したくないしと思ったら連絡は私だったらできないなって思うんですけど、なんでそこは個人で連絡したんですか？3人でよく飲んだりしてたんで、その LINE とかも交換してたし、直接行ってもいいかなんで、そんな深い意味はない。深い意味なくて、ミリチャムさんこういう行動を取りますかね？
好意がある段階でしか彼氏いる時に別の人に自分からそういう連絡ってあんましないなって私は思います。誕生日とかでね彼氏にサプライズしたいとかだったらそれですらちょっとなんか嫌ななんか申し訳ないなって彼氏に申し訳ないなって気持ちになるけどなんかご飯行くとかここ美味しかったとかは、ただ深い意味はない。ないですね、全く。それに対して田原さんは嫌じゃなかったんですかそういう連絡。まあ正直ここまでの話を聞いて、まあ元カノも言ってたんですけど、こういった勘違いが始まっちゃったんだなっていうのが改めて認識できた部分もあるので、良かったです。ある意味いろいろ関係性が分かって、ただやっぱり話聞けば聞くほど不思議なのが、今回沼田さん自身は、前回の収録の時にこの、徳田大地さんとの体の関係がないことをもうご本人分かってたはずですよね。分かってたと思うんですけど、なぜ DNA 鑑定を受けることにしたんでしょうか。彼との子供がいるってはっきりわからないと、もうこの女が引かないと思ったんで、二宮さん、この女もどん底までにもう落としたかったんで、はい、もう今回 DNA 鑑定をしました。なるほど、二宮さんに対する復讐。そうです。浮気してるんで。そこまでそれやりたくなりますよね、相手の女にはね。ただなんかいろいろ辻褄が合わないなとは思いますけども、どういった心境ですか。別れるっていうつもりでここに相談に来たんですけど、彼女が大地と関係を持ったこともないのであれば、もうこれから僕が大地に考えたいのはこれから先のことっていうか、子供もいるわけですし、浮気をしてしまったのが全ての始まりだったので、元カノとはもう今回を機にきっぱりこれ以上連絡を取らないっていうのも決めて、今後は彼女と結婚ないし子供のことも大事に考えて、そろそろ本気で考えなきゃならないなっていう年でもありますので、一つ前進するいいきっかけにね、雨降って地固まるじゃないですけど、沼田さんはどういった心境でしょう。彼もこう言ってるんで、本当にもう浮気しないとね、私だけの体じゃないです。約束する。この DNA 鑑定の結果、二宮さんにもうすっぱり諦めてほしい、田原さんに近づいてほしくないという思いで受けたということなんですが、いかがでしょう。大地のことは違ったと思うんですけど、鑑定を見て私も考えたいと思います。まだ疑ってる。そうですね。これから一緒に歩んでいくもう覚悟はもうさらに固まったということですよね。もちろんです。お腹の中に赤ちゃんがいると気持ち変わりますかね。そうですね、田原さんと一緒に自分の子供を育てたいっていう沼田さんの覚悟は素敵だなと思いますね。その一回その過ちを許すってことじゃないですか。話がもうまとまりそうなんですけれども、念のため鑑定書今日お持ちなんですよね。はい、持ってきました。一応番組との約束でしたので、鑑定書の結果拝見できればと思うんですが、よろしいでしょうか。はい、私が見ればいいんですか。どうなんでしょう。スタッフさんどうしましょうか。どうします。鑑定書の結果は私で今お持ちで、はい、持ってます。でもまだご覧になってないんですよね。そうです。はい。私初めて鑑定書読むんですけど、はい。こんな感じなんですね。はい。失礼いたします。はい。はい。これ私が読み上げていいんですか。検査結果によると、どういうことですか。いや、そんなわけない。見せてもらっていいですか。どういう意味ですかね。これはお伝えしづらい結果になってしまいました。沼田さんは自覚があるんじゃないですか。では。即答できないってことは心当たりがあるんじゃない。はい、なんでしょう。3ヶ月前に、いつきと再会したんですけど、妹のこと私前から知ってるんですよ、実は。7年くらい前に、そいつは、